それでもちゃんとゲットしましたけど、めっちゃ可愛い。見ます？あ、ほんと手これ絶対超いいでしょ。まあ声かけるじゃないですか。というからちょっと部屋で飲み直そうぜみたいな感じで。オッケオッケー。ー。結果は？え？結果は？ホンダ？何？ホンダ？結果はホンダ？ホムロホムロ。Hi, excuse me. Can I have dinner for two guys? わあ、めっちゃいい。めっちゃいいか？まあ、まあそうさんこういうの好きですからね。湿気がすごいこと以外は最高ですね。じゃあ、3ビアと、あと何いきます？めっちゃもうローカルのさ、なんかすごい。なんか地元料理っぽいですね。これが角煮みたいな。これ何番？ B9。B9。ワントバック。これはステュードポークスバライドミーフミーフン。これ。ン。あ、麺でしょ。これが一番無難じゃない？これにします？フライドライスと。フライドライス with シーフードにしますか？いきますか。うわ、でっけえ。これは500円するわ。でけえやあ、やばい。あ乾杯。俺も瓶でいく。瓶、これなんで瓶までいいんでしたっけ？なんで言うんですか？瓶で直で飲むのなんか用語ある。ああ、細い子瓶だ。瓶だ。うまいっすね。まあまあやっぱビールは暑い国だと鉄板だわ。わあ、来た。うまい。めったにうまいって言わない先生が言うのが。マジうまいんだけどこれ。ビール普通の。そもそも日本の脱毛サロンで海外進出してるところあるんですか？ないと思うよ。なんだろう、欧米とかまず脱毛の文化があって、でもめっちゃあるんじゃないですか、ここに毛だらけの。だから正直アメリカとかがいいんじゃないのかなって正直思ったんですけどね。そう仕事でアメリカに行ってたじゃないですか。つくづく日本のかっこいいがアメリカのかっこいいになることはもうとわにないなって痛感した。どういうこまあこれもねちょっとね語弊があるかもしれないけど、まず美容に気を使ってる男はかっこ悪いっていう風潮がある。と？生まれたままの姿で着ることがかっこいいみたいな、かっこつけないことがかっこいいみたいな。俺衝撃だったのがバーで足組んでたんですよ。こうやって座ってて可愛い子いて普通にちょっと声かけたんですよ。結構盛り上がって仲良くなって、ちょっと遊び行こうよみたいな、この後2軒目行こうよみたいな話したら、あなたゲイじゃないのみたいな。でなんでそんな風に思ったのって聞いたら、アメリカだと足組んでる男の人は大体ゲイだから、確かに。だからなんかすごいおしゃれで、なんかその美容の話とかでいっぱいできてすごい楽しかったけど、別になんか男性としては見られないみたいな話だって。確かに足組む見たことないな。でその時に聞いたのが、なんかちょっとタイトめな服着てたりとか、おしゃれな服を角にこうおしゃれな服とか着てると、多分アメリカの女の子はそういう風に私と同じ風に思うんじゃないみたいな。であなたは肌もすごいすべすべで、だから私はそういう風に思いましたみたいな。じゃあアメリカのかっこいいと思う人はどういう人なのって聞いたら、もう脱毛はまずしてないし、生まれたままの姿でこう自分を包み隠さずにこう生きてるマッチョな人がかっこいいと思います。アメリカでは無理だと思うな、このビジネスモデルは。なるほどね。アメリカ一人旅はなんか肌感であれちょっとイケてるなって感じはしました。そうじゃなかった？それでもちゃんとゲットしましたけど。あ、成果はあった。そのある程度の。めっちゃ可愛い。見ます？あ、本当？マジで？現地人？可愛くない？マジ？で俺がもう君の英語は 30% ぐらいしか分かんなかったよって。でもしあなたが
私と遊びたいなら私はいつでもあなたに英語を教える。だから今これは今どの段階このやり取りLINE 交換したこれ LINE じゃないですよねそもそも LINE 取ってくれって話したんですよ。LINE をダウンロードしてくれたこの人で、マジすごいちょっと待って本当だ？これちょっと見るこれは一般紙じゃないこのオーラは頑張ったと思う。だから結果は結果は何？結果はホムロホムロ。俺のこの拙い英語とリスニング力と熱意でどういう流れどういう流れまあ声かけるじゃないですか。どこでバーで飲んでて女の子がでなんか女友達と2人で来てたんですよ。で女友達と2人でめっちゃ可愛い子いるなと思って、まあ、話しかけに行ったんですよ。でその子が待ち合わせでもうどっか行っちゃってでもう一人残るみたいになってじゃあちょっとおごるから好きなもん飲んでいいよみたいなもう何でも飲んでいいからなんならこの店買ってやるからみたいなジョークを言いつつでなんかあなた何仕事してんのみたいな話になって自分から言ったら恥ずかしいから聞かれまで言わないですよ。よくぞ聞いてくれましたと。まず僕のインスタ見てください。60万人ぐらいフォロワーいてでこれちょっと俺の車で実は結構日本ですごいやつなんだよねみたいなでそれじゃ今日持ってくれるじゃないですか。そこから拙いこう英語でこう飲ませてでまあちょっと俺ホテル結構いい部屋取ってるからちょっと部屋で飲み直そうぜみたいな感じで OK OK。 やっぱりこう数字見るとやっぱりおっとなるそういうとか変な車とか見るとやっぱ数字見て車見て、なるほどな。打席は何回立ちました？打席は、5打席ぐらい立ったんじゃでもそれが楽しいんですよ。4人はどういうふうに断られたんですか？でもそのゲイっぽいとかああと全く相手されないとか、アジア人とかはもう恋愛対象じゃないみたいなのとかもいるけどでも本当シンプルに俺世界どこ行っても俺自分が本当に一番かっこいいと思ってるからもうなんか何言ってるか片言の英語とこの自信で戦ってる。戸惑わないこの人に声かけに行こうって時に戸惑うんじゃないですか？やっぱその自分を知らないとなると別にもう恥ずかしいことないじゃないですか。私ローランドのことなんか断ったんだよねって言われないじゃないですか。もうそ知らぬ日本人 A でいけるから別に失うもんないからで人生経験だと思うわけですよ。別に振られても別に傷つかないしこっちはもうホストクラブで傷つき慣れてるから女の子にさ「お前面白くないんだけど」とか言われてさなるほどね。だからもう別に断られたところでまた次行けばいいやっていう比べられたらどうしようっていうそういう怖さはない。だからナンバーホストになれないタイプね。俺もその関係ないやつだった俺がもう世界で一番すごいって特にちょっと酔っ払うと本当そう思っちゃうからアメリカでのほほんと育った経済大国のやつらが負けるわけでこのビジュアルでロスでしょ LA でしょもうハリウッドスターに多分もう誘われまくってない今も多分もう誘われてる、レオナルド・ディカプリオとよくなんかこうスキャンダルになるぐらいのビジュアルじゃん今俺別に負けてないからタイタニックに負けられないと負けてないでしょ歌舞伎町で育ってんだからすごいわ。ガチでそういうホームランの後に2回ホームランに打ちたいそれとも違う試合をしたいでどっちだったんですか？違う試合をしたい三つ星のレストラン行くじゃないですか今日明日もその同じレストラン行きたくないじゃないですかたまにはこう屋台食いたくなるじゃないですかあのビジュアルだったらもう結婚したくならないですか？俺の朝起きたらその人が隣にいるんですよ。俺もう停滞することはもう対価だと思ってるから常にこう新しい獲物を追い回してサバンナを駆け巡るからやっぱ仕事を頑張れるし金稼ごうと思うわけですよ。目が覚めてあの子だったらそれ俺は天国なのかなっていう。まあ1日目幸せ2日目もそこそこ幸せ3日目で異変に気づいて4日目で飽きると思う。なんか仕事頑張ろうって思うのもなんかかっこいい車買おうとか思うのもなんか筋トレするのもいろんな新しいスキル身につけるのも全部やっぱもっといい女を手に入れたいみたいな新しい試合のための新しい試合のためにやっぱもっとかっこよくなりたいみたいなその気持ちが俺のモチベーションなわけですよ。それが1個の家庭に落ち着いたらもうめちゃめちゃ太ってもうスキルアップもせず
仕事だ自我を失っちゃうってことね。って金だって別にそんな普通の家庭を養おうと思ったらもう別にそんな働く必要はないわけじゃないですか。だから俺は常にハンターでいた。い何歳までハンターになるんですか？やわかんないけど70年までハンターでいけんじゃないですか。いやマジでガチの相談で、俺のビジュアルだったらどうします？いや俺のビジュアルです。俺のビジュアル。だったら下間で死んで来世に期待する。いやだって現実的な話しましょう。現代の話、俺のビジュアルです。ビジュアルが損です。年齢43。いや男だったら俺どうする魅力の出し方って多分俺人それぞれだと思ってて、ある程度一定数は経済力に魅力を感じる層も俺はいると思ってるんで、俺が孫さんだったらマジでめちゃくちゃもう金持ちのアピール？金持ちのアピールですよ。もう分かりやすくクレジットカードとかでブラックカード出すとか。ブラックはない。ブラックはね、ない。ダメっつうのブラックとかあっても分かりやすくさ。いや俺もそういうのダメっつうのブラックいやそういうのかっこ悪いなと思うけど、でもアメリカ行った時に共通言語がないじゃないですか。日本だったらなんかかっこいいと思わせていけるけど、でももうアメリカで持てる武器を全部使って戦わなきゃいけないから。だからこれは正直ブラックカード持ってるんだったらもちろんアピールしますよ。ミュールザンドとか持ってたらベントラの鍵置きっぱなしで飲むわけよ。ないじゃん。それか車はもボルボじゃん。うそれかもう痩せ我慢してめっちゃいい部屋を取って俺の部屋結構いい部屋なんだよねとか、ちょっとここ騒がしいし俺実は君を知らないかもしれないけどアジアだと結構有名で顔さすからちょっとなんかあの辺で飲まないみたいな。じゃあそのためにじゃあ一泊例えばじゃあ50万の部屋を取りました。スイートルーム持って帰れなかったけど50万どうすればいいの？それが人生じゃないですか。いやーそこはかけれない50万の部な。屋取ってった次の日なんてもう俺こんな人生嫌だと思ってもっと頑張るってこと？もっと頑張るでしょ。そこに50万はかけれないな。多分そもそもホストになってもナンバーになれないと思うよ。それ素敵な勘違いできるじゃんなれないから。まあ、全ての自信結構大事なんだよな。自信ねえ男なんて魅力ないですよ。自信ないディカプリオと自信満々の孫さんだったらまあそれは自信ないディカプリオ勝つんだけどそれはねそうなんだけど自信ないディカプリオと自信満々のローランドだったら俺結構いい勝負すると思ってるから。売れるホストの共通点分かります？自信持つてかもう誰よりも振られてる。振られまくると最初傷つくんですよ。でも次第に振られてもあれ明日来るんだと思うと振られても明日は来る。振られても明日は来るし、いやマジでどんだけミスしようがどんだけ人に嫌われようが明日来るんだなと思ったらなんか何のダメージもない。なんか目の前に可愛い女の子がいてもし振られて死ぬんだったら行かない大義名があるけど別にこいつに振られても別に明日来るんだなと思ったら行かない理由がない。やっぱメンタルすげえな。炎上してること知ってますよね？もちろんもちろん。その時に出動を止めなかった理由は何ですか？いや俺はもう普通に独裁者だから別に俺が決めたこと従えないんだけどないよっていうこう有名になりたいですとか自己顕示欲とか意見言ってくれたら俺はもう必要ないわけですよ。